皆さんこんにちは。南インド古典舞踊家バラタナティアムダンサーのエリナです。昨日動画をご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました。あとお祝いの言葉をくださった皆さんや、ご心配おかけしました。昨日ちゃんとニュースを見て、そしたら本当に本当に大変だったみたいで、友人とかもね、1時間ぐらい電車の中にいたとか、あと東側は電車がまだね通ってないとかあるみたいで、で昨日の夜とかもちょっと余震があって、もうそろそろ寝る時間だなとなんとなくうとうとしてた時に少しぐらぐら揺れたりしてたんですけれども、そんなに台北北の方は大きい地震もなく、まだちょっと余震続いてるみたいですけれども、東の方はねまだまだ大きい地震が来るかもしれないので気をつけてほしいですね、心配ですよね。で昨日からまた片区の前田敦子さんがすごいご心配いただいて連絡をくれて、知り合いの方の連絡先をくださったんですね。それでなんとかつながって、WhatsApp グループが作られて、であと ICCR の人にもなんとなく何人かづてにつながることができて、でちょっともうだいぶほっとしたっていうか、まだねどこに泊まるとか分かんないのに、しかも担当の方の名前もちょっと分かってないんですけど、とりあえず飛行機のチケット来たらほっとしちゃって、今日は朝からずっとキャンプ行ってたのでね、その片付けとかしててのんびり過ごしてたんですけれども、いつもね旅行行く時とかも1日前とかなんですね、パッキングするの。なので今日はとりあえず持っていく時の薬を買ったりとか、あと買い物する暇、インドに着いたら買い物をする暇とかもないだろうからと思っていろいろ買いました。ちょっとすいません。で昨日ちょっとねいろいろ文句を言い過ぎたので、っていうかICCR のことについてちょっともうちょっとねお話ししたいなと思って、いつもあんまりねこんなに動画を撮るやる気がないんですけれども、やる気があるうちにいろいろ撮っとこうと思って、でやっとねインド大使館の人 ICCR の人につながって、東京のインド大使館の人たちからね手が離れたって感じで、多分インド大使館の人たちはホッとしてると思いますね。うるせえやつ来たみたいな思ってたと思うので、ICCR なんですけれども、私ICCR っていうのはこの間もね昨日も言いましたけど、
Indian Council for Cultural Relations って言って、インド文化をこう広めるためになんか文化交流みたいなのをミッションとしてるインド政府の機関なんですよね。で、私ICCR の、インド政府奨学金っていうのを受けて2007年から2011年までインドのチェン内で留学してたんですね。で最初にインド政府奨学金に応募したのが2005年だったんですね。で2005年の時に初めて応募して、なんかそういうのがあるっていうのを知って、でインド行こうって思って、でその時は書類だけだったかな、書類申請だけだったかな。で書類申請をして、なんかね2回受けたんですよ。2005年と2007年に受けて、でなんかねちょっとごっちゃになって申し訳ないんですけれども、ちょっと遠い昔のことなので記憶がちょっと曖昧になっちゃって、2005年に受けた時にインド大使館から連絡があって、その時はでなんかリストがあって、私はまあインド舞踊をやりたかったので、そのICCR 指定の舞踊学校っていうのが決められてるんですね。奨学金が出る、奨学金で勉強ができる場所で、チェン内の私のグルであるダナンジェン先生の学校のバラタカランチャリーっていう学校があるんですけれども、南インドのチェン内、タミルナドゥ州のチェン内にある。でそこに応募して、そしたらインド大使館から受かりましたって連絡があったんですね。で受かったんだと思って、やったーって言って行きますってみんなに言って、そしたらまあ今回と一緒って言ったらなんですけど、待てど暮らせど来ないみたいな感じで、私その時はやっぱりねもう待てなかったんですね。で自分でビザを取ってもう行っちゃったんです、インドに。でその時はもう全然あんまり英語も喋れなかった。自分で勉強したんですけれども、のでもうなんかね、もう奨学金のことなんてもうインドに着いたらどうでもよくなって、自費で学費を払って、で行ったんですね。でアランゲトラムって言って初舞台を2007年に終えて、で日本に帰ってきたんですね。でその時にもう一回リベンジだって思ったんです。もう一回リベンジでインド政府奨学金をトライしてみたいって思ったんですね。なんか2年、結局1年半ぐらいやったんですけれども、1年半ぐらいやって、でもなんかまだまだ
やり残したことがいっぱいで、もっとインド舞踊を勉強したいって思ったんですね。なので2007年にもう日本に帰ってきて、もう一回トライしたんです。でその時は筆記試験もありました。最初なかったんですよ、筆記試験で。英語の筆記試験があって、で面接もありました。で面接受けて、そしたらインド大使館から連絡が来て、笠井さん今回は選考から落ちましたって言われたんですね。でと思って、でももうまあ奨学金なくても自分で行く気でいたんですね。そしたらカラクシェトラっていうまた同じチェンナイでバラタナティアムの舞踊学校がある、大きい舞踊学校があるんですね。そこにそこからその時に校長先生がリラ・サムソンさんっていうすごくねインド舞踊バラタナティアムで有名なダンサーの方だったんですね、校長先生が。でそこから連絡が来て、その方から連絡が来てICCR の奨学金出しますって校長先生から手紙をいただいたんです。でと思って、どっちを信じるって言ったら、やっぱりね、私を支援してくださる方を信じるじゃないですか。でまたインドに行ったんです、自分で。で学校からビザを発行されるのでね、で学校からビザを発行されて1年間のコースは、その舞踊学校の大学のコースは4年間なんですけれども、やっぱりテストを受けて2年生にならないと、2年生になれなかったらもうねダメなので、落第っていうんですか。なので1年間のビザが出たんですね。でもなぜかヨガのビザでみたいななんでヨガって思ったんですけれども、ヨガビザその学校に通うため、カラクシェトラの学校に通うためのビザって書いてあって、で行ったんですね。で学校に着きました。でオフィスに行きました。でオフィスに着いたら私はもう大使館から選考に落ちたって言われたので、もう自分で行くんだなみたいな思ってたんですね。そしたらICCR 大丈夫だよみたいに言われて奨学金出るよって言われてラッキーみたいな感じで、チェンナイに ICCR オフィスがあるんですね。でそこに行ったらじゃあエリナ ICCR 小学生だねって言われて、で4年間通えたんですね、 ICCR の小学生として。でその時はもうね2007年なので、もう本当にね2007年から2011年なので、すごい古い情報で申し訳ないんですけれども、その時はね毎年11名だったんですね。でなんかねコースも限られてて、なんかデリーでヒンディー語を学ぶかなんかでドクターはダメみたいな感じだったのかな、その時は。であんまりチョイスがなかったのか、自分で興味がなかったのか分かんないんですけれども、
でも今はねなんかすごいいろいろ選べるみたいで、なんか私も詳しく知らないんでね、直接ね皆さんウェブサイトで見るといいと思うんですけれどもね、今やっぱりインドはエンジニアとかが有名だし、ね、工科大学とかに留学に行ったら素晴らしいと思いますね、なんか将来が。でなんかこの間ね YouTube で見たら IIT とかムンバイかなんかの IIT に日本人のね教授の方がいらっしゃるとかね YouTube で見て、ちょっと情報間違ってたらすいませんね。でなんかねこれからインドねどんどんね発展するので、ぜひねもし興味があったらトライするといいと思いますね。やっぱりねなんかそのインドの洗礼は受けると思いますけれども、今のね昨日の私みたいな感じでやきもきすることもあると思いますけど、で奨学金で何が含まれてたかっていうと、学費と、私の時はですよ、2007年から2011年の時は、大学の学費と、あと寮の費用と滞在費と寮の滞在費と、あと毎月いくらかもらえたと思いますね。でも全然それじゃもう足りなくて、外国人、ね、が暮らすのじゃ。で私はもう本当にねで大学の費用はなんか私が行ってたカラクシェットラは国の政府のカレッジなので、確か自分で払ってもその当時は1万ルピー、年間1万ルピーとかだったと思いますね。で寮もすごく安くって、で寮の多分ね滞在費とかにも食費とかも含まれると思うし、で医療費もね確かカバーしてましたね。医療費って言っても多分政府国の経営してる病院とかだと思いますけれどもね、書かれるのが。でそうで大学の応募するときに年齢制限があったんですね。そこがずっとね応募するときに引っかかってて、確かなんかね確かですいませんね、全部確かって言ってもうめっちゃうろ覚えなんで、記憶力も悪いし。でその時に確かね15歳から20歳とか20歳とかまでだったんですね、大学側の受け入れ。そのバラタナティアムコース、ダンスの舞踊コースの受け入れがね、で私もうね20歳も過ぎてたし、受け入れてくれるのかなみたいな感じだったんですけれども、まあね受け入れてくれなかったらくれなかったでね、トライするだけトライしようと思って、そしたらまあ受け入れてくれたんですよね。多分外国人だから特別だったと思いますね。でも20何歳かの方もいたと思いますね、確かクラスメイトに。インドだとねなんかちょっとね前まではね年齢ちょっと自分知らないよくわかんない人とかもねいらっしゃいますけどね、それで奨学金のことについてねもっと何かね皆さんのお役に立てればと思って話してるんですけれども、私がね一番やっぱ良かったと思うのは、でインドにいる時にね入院したんですよ。入院した時に
退院、まあ自分で最初に払うわけですよね、いろいろ。で退院した時に全部ね、そこはね私立の病院だったんですけれども、結局ね払ってくれました、 ICCR が。なんか小切ってくれるって言って、でも結局私自分で払ったんですけれども、 ICCR くれるって言ってたのに、なんか勘違いで、でも払ってくれるとか言って、小切ってくれるとか言ってでで寮はねさっきなんで年齢のこと言ったかっていうと、寮はねもう住めないと思ったんです私。もうみんなね10代の方ばっかりやったんですね、クラスメートが。でもうねすごいね、外国人はやっぱり10代の子から見るとなんかすごい好奇の眼差しだったんですね。でこれ一緒に住めないなと思って、でね寮にね、寮はね一人部屋じゃないんですよ3人部屋かなんかでね、でね結構ねやっぱり外国人同士でシェアしたりしてたみたいですけれども、でね外出の規制がすごかったんですね。なんか1年生は月に1回とかで外出 OK で、私の時はですよ、もうねごめんなさい、こんな古くて情報役に立たないかもしれないんですけども、まあなんか笑いながら聞いてください。月に1回そのクラスメートと一緒に外出していいみたいな、それかもう多分保証人みたいな親とかね親戚とかが迎えに来て行くんだったらいいみたいな感じだったんですね。多分ホームシックの子が多いからかな。あとまあ10代の子が多いから、学校側がね何かね外出した時にあったら大変ですからね、生徒に何かあったらね大変だからっていうのもあると思うんですけど、でなんか携帯ね持ったらダメみたいな、なんかいろいろありましたね、規制規則が、学校の規則が。で私もうこれはダメだと思ったんですね、寮の生活は。でもまあ思い返してみると1年は住んでもよかったかなと思って、今思うとですよ、まあその時はちょっと無理と思いましたけど、なんかすごく楽しそうでしたけどね。やっぱりなんかいろいろみんなを飽きさせないためになんかいろいろ催し物がね寮であったりとかしてたみたいだし、やっぱり寮に住んでるといろんな情報入ってきてみんなと仲良くなったりね、すごくね、そんなねやっぱりお友達作るのとか大切じゃないですか。でも結局ね私4年間外から通ってまあそれはそれで楽しかったんですけれども、他にね習い事とかもして学校の後になんかマーシャルアーツとか武道みたいなのを習ったりとか、奨学金のことに戻らないためですね、ごめんなさいね話がまた脱線して。でで良かったのはその学費と医療費と寮費が出るっていうのもすごく良かったんですけれども、年に2回ツアーがあるんですね。ICCR 主催のツアーでそのツアーで本当にいろんな人に会えたのが本当に良かったです。なんかいろんなツアーを自分で申し込みできるんです。行かなくてもいいんですよ。行きたかったら行ってもいい。でそのツアーはICCR が費用を負担してもらえるんですね。すごい良くないですか。1週間ぐらいかな。でいろんなところに行けるんです。なんか
ラジャスタンとか、あとなんかなんかいろんなとこ、なんか北の方とか、まあ南の方もあると思うんですけど、私は南にいたのでやっぱり北に行きたいじゃないですか。でラジャスタンとかすごい綺麗だから、もう憧れなんですよね。だからラジャスタンのツアーとかに参加して、まあバスツアーなので結構過酷ですけどね、学生ツアーなんで、もうなんかバスでずっとね、何時間も何時間も乗って、バスもね別にトイレとかがついてるバスじゃないんで、あのでその時に良かったのが、ICCR ってすごく他の国にも奨学金出してるんですね。例えばアフガニスタンのね方とか、結構 ICCR 全体でアフガニスタンの方に奨学金すごく出してると思いますね。でアフガニスタンは大学がその当時はね、なんかいい大学があんまりないからとか言ってでいっぱい来てる人がいて、で私その時それまでムスリムの方と会ったことなかったんですね。あんまり接する機会がなくて、ですごいね皆さんね紳士的なんですよ。でまたちょっと話脱線してますけどごめんなさいね。でその中になんかあいつタリバン出身だよみたいな方とかもいて、まあ、結構お祈り、毎日のお祈りとかツアーの途中にしてましたね。で皆さんねやっぱりなんかそのつてで奨学金をね獲得していらっしゃるのか、なんかお金持ちの、ね、方が多くて、なんかダイヤモンド鉱石のお坊ちゃんとか、なんか政府系の、方のねご子息みたいな方とかもいて、すごくね紳士的でしたね。ですごくなんかムスリムの方の印象が良くなりました。なんかやんちゃな子もいましたけどね。それでみんなで毎日夜とかね踊ったり騒いだりして、まあ、別に学生なんでねお酒とか飲みませんけど、すごい楽しかったですね。でいろんな人に会って、でツアー回って、でまあホテルとかはね、そのツアーの ICCR 主催のホテル、ツアーのホテルとかはまあ3人1部屋とか2人1部屋とかでしたけど、もうまあ別にねただだしみたいなで結構いいホテルでしたよ。そんなに汚くもなくて、ちゃんとねお湯も出るホテルに泊まってたし、すごくね良かったですね。ラジャスタンと、あとどこ行ったんだっけすっかり忘れちゃった。なんか23回行きました。夏休みはね、夏にも確か夏と冬にツアーがあって、で夏はねいつもね日本に夏休みの時はね5月が夏休みなんですよね。インドはに日本に帰ってたので、もうそれにも暑いしね。冬はその1年目は確か知らなかったのかな。でなんか2年目から毎年参加してましたね。でもちょうどねその時がねインド舞踊のお祭りなんですよね、チェンナイでは。もうなんか本当になんか逃したくないお祭りの最中なんですよね。12月の半ばから1月の半ばにかけて、もう本当に有名な、ね、ダンサーの方が集まって踊るし、学校でもダンスドラマって言ってね劇みたいなのをやるので、本当になんか先生にねICCR のツアーに行くんですけどとか言うのが本当になんかいつも申し訳ない感じでしたね。
先生怖かったんでなんかしょうがないわねみたいな感じで、あなたはねインド政府小学生だから特別よみたいな感じで言われました。でまあいろいろね大変でしたけど、ねいつも文句ばっか愚痴ばっか言ってるんですけれども、やっぱりね行ってよかったと思いますね、インド留学で。すごくね親にも反対されたんですね、その当時は。やっぱり私妹がいるんですけれども、すごく優秀なんですね、妹は。で妹は高校とかもねいい高校に行って、で短大もすごくねいいところに行って、その後編入で留学してアメリカの大学行ったんですね。やっぱりね大学って言ったらアメリカじゃないですかね。なんかアメリカの大学行ったらちょっとやっぱりね、なんていうんですか、ちょっと鼻が高いじゃないですけど、で私はインドなもんですから、まあ昔からねあんまり勉強できなかったのでねまあね短大に行ってで働いてお金貯めて、でちょっとね仕事嫌になってでインド舞踊大好きになってインド留学みたいな、まあなんか気ままなね傍から見ると気ままに見えるんですよけど、でも本当にね留学行ってよかったと思いますね。何が良かったっていうとやっぱりね外国にいると日本では出会えない人たちと会えたのがすごく良かったと思いますね。まあ台湾でもそうなんですけれども、なんかいろんな人種、まあ、なんか日本はまあねそんなに人種いっぱいいないですけれども、なんか人種って言ってもなんて言うんですかね、まあ、日本人でもいろいろいるわけですよね。まあ、特にインドに来る人は変わってる人が多いです。っていうとねそんなまたねなんかちょっとね良くないですけれども、変わってる人多いなんていうと、でもまあ面白い、話してて面白い人が多いですね。気が合うね。あとなんか大使館の寿司パーティーとかに参加したりとかで留学してて何やってんだって思われるかもしれないんですけど、なんかいろんなことがありましたよ。それですごく楽しかったですね。で私の一番のね友達はなんかアメリカ人だったので、そのアメリカ人といろいろ旅行行ったりとかあとその方のね ICCR で会ったアフガニスタンの方に会ったりとか、まああとはやっぱりインド人ですよね。インド人のクラスメート、もう日本の常識、もうインドに行った時からもう日本の常識って、まあ、世界の常識じゃないんだなっていうのがもうそれは分かりましたよね。でまあそういういろんな体験ですよね。で、まあ、世界は広いんだなみたいな。で2005年に行った時はもうね本当ねインターネットがなんかやっとこう普及してきたみたいな時だったんですよ。で実家に連絡するのもなんか国際電話してみたりとかで、やっとなんかね数年後になんかねその時あったかな、なんかミクシーとかやってでブログとか書いたり、ね、してましたね。でなんかいろいろね昨日もねいろいろ反省したんですね。愚痴ばっかり言って、よく考えたらねカラクシェとか私の行ったそのインド留学した大学とかも日本人の方も本当にいっぱいいらっしゃるんですよね、卒業生が。私のね大先輩で、その方とかはねこんなワッツアップの連絡先が分かんないとかそんな
時代じゃないじゃないですかね。なんかね、ちょっと年齢存じ上げないですけれども、ね、昔とかはねきっと船とかでね行っただろうし、まあ、飛行機あってもねなんかねインターネットもないからなんか滞在先の連絡先をねなんかもう紙をねなんか握りしめていったのかなとかね、なんかそれを考えるとなんかこんな愚痴を言ってられないよなとか思って、で私のインド舞踊の日本のインド舞踊の先生町子先生っていうね町子ラクシミっていう素敵な先生に私インド舞踊を習ってたんですけれども、日本でその先生が本当にねよくね面倒を見てくださったんですよね。でそれでインド大好きになってインド毎年行くようになったんですよね。でその時もやっぱり、インターネットなんか初めて行った時はチェン内の津波があった時だったんですね。で本当にねなんか別にツアー組んだわけじゃないのに本当に皆さんねよく皆さんのお世話を先生がね見てくださって、なんかねそれを考えるだけでねもう本当に心が温まるんですよ。でそんな大変な思いをね皆さんがされてなんか今の私があるみたいな気がするんですよね。でカラクシェトラにいた時もずっとその先輩の名前で呼ばれてたんですね。私エリナって言うんですけれども、なんか「キミコ」とか言って「キミコキミコ」とか言って呼ばれててね。でなんかで前の学校とかはまたね先輩がいらっしゃるんですね。日本の先輩大先輩で谷富子さんっていう素晴らしい先輩がいらっしゃるんですね。でなんでなんかまた奨学金の話とずれちゃって申し訳ないんですけれども、なんで私が受け入れてもらったかっていうと、なんかもうその先輩たちがいい行いをしていたからそうやって受け入れてもらえたんですよね。日本人は勤勉だからみたいな感じで、だからもう本当ね皆さんの先輩ダンスの先輩のことを考えると本当にね頭が下がる思いでもうありがとうございますっていう感じなんですよね。でまたそれとまたつながるんですけれどもそのアフガニスタンの ICCR の旅で会ったアフガニスタンの方も本当にね日本人にね感謝してくださったんですね。日本人はね学校を建ててくれてねすごく良いことしてくれてありがとうって私にね、私何もしてないんですけど言われて、本当にもう日本人でよかったってすごく思ったんですね。だから日本人の、その学校を建てて、その時の政府日本の政府ありがとうって思って本当にねそうするとやっぱりね留学する時とかも全然ねなんていうの肩身の狭い思いしなくてね本当にありがたいなと思いますよね。その政府が良い行いを国外でしてると日本人として留学した時にだからやっぱりね皆さんにおすすめしたいのは親日の国に留学することですね。留学する時にやっぱりね親日かどうかっていうのはすごくね考えてほしいと思います。でインドは親日なので台湾も親日です。台湾に留学するのもおすすめです。なんか ICCR と全然外れちゃうけど、あとやっぱりね何が良かったってそのインド政府小学生として留学したっていうことはやっぱりなんかね
なんか肩書きになるっていうかね、のですごく良かったなって思いますね。で皆さんもねどんな方が見てくださってるのか分かんないですけれども、もし留学考えててそのインド政府奨学金をねトライしてみたいなって思ってる方は、まあ経済的にはねちょっとねそれだけでは生活できないですけれども、なんかちょっとインド見てみたいなみたいな感じで、その4年間全部いなくてもなんか3年だけ来るとか1年だけ来るっていう方もいましたね。だからそんな感じでなんか見てみるのもいいかなと思いますね、インドを。で私がやっぱりねやっぱチェンナイが合ってたと思いますね、すごく。なんか南はねもっとのんびりしててねほわわんって感じなんですよね。なのであんまりそうなんか危機感は感じないで、民族も違いますよね、北と南だと。本当にねデリーはなんかいろんな民族が混ざっててね、すごい大きいね方もねいますし、ね、南はねドラビディアンっていう民族なので比較的ねそんなにねがたいもね大きくなくてなんかのんびりしてると思いますね。なのでそれもすごい合ってたのかなと思います。あと田舎すぎないっていうのもありますね。田舎過ぎたらちょっと私ダメだったと思いますね。またそれはそれでやっぱりねなんか息抜きするお店とかがなくて息抜きのことばっかり言ってますけど、なんかねチェンナイはちょっとおしゃれなカフェとかがあって、なんかたまにお買い物行ったりとか、やっぱり留学って言ってもインド人にはなりきれないじゃないですか、日本人だからね。日本食もたまには食べたいしね、日本人の方とかも会いたいしね。そうするとやっぱりある程度ねちょっと都会じゃないと息抜きができなかったのですごく合ってたと思いますね。だからもしね留学してみたいなと思ったらちょっと遊びに行ってみるのもいいかもしれないですね。ね、なんかどんな全然アドバイスっていうか、まあ参考になるかわからないんですけれども、なんかインド政府その ICCR にもしなんか聞きたいことがあったらまたコメントくださいなんか需要があるかわかんないんですけども、こんな動画撮っててなんかねもうちょっとそわそわしてなんか動画撮るみたいな感じで行くまでね。また長々とありがとうございました。またなんかね明日はもうパッキングするからもう無理かな。またインドに着いたら動画撮ろうと思います。ありがとうございました。